皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ながらフライトの時間がやってまいりました。今日のテーマは、三井さん、教えてください。はい、フライトの先行ステップ、なんでこんなに時間をかけるの？3億時間ぐらいかかるんですかね。3億時間で終わるんですかね。終わらないと思います。こういうこの恐ろしい先行ステップを今日は皆さんにお話ししたいなと思っております。早速スタート。我々はね、ちょっとなんかリファーラルみたいな感じでね、フライト入ってるから、あんまり先行ステップとか受けたことないなと思いつつ、今回4月から入社された三角さん。おいでよ。よろしくお願いします。なんかどんなステップでやっていったんですか？最初はですね、X で DM をいただいて、カジュアル面談をするところから始まりました。私、普通に YouTube の視聴者だったので、なんか有名人から DM 来たみたいな。有名人なんですよ。ああ、嬉しそうや。なんで DM したんです福岡、だからいいねをつけてくれたと思うんですよね。で、福岡でなんかセールスフォースのことをやってる人っていうところの認識しかまだ持ってないので、どこで働いたかも知らないし、三角さん知らないし、わかんないし。ナンパです、ナンパ。ナンパに引っかかっちゃったと。そうなるほどですね。で、カジュアル面談。カジュアル面談をして、で、それは2回ありましたよね。うん。違う。三角さんの時には、したっけ？私しました。あ、そっか。じゃあ、3回で。だって業務委託で入るかもみたいな感じで、ただちょっと忙しくて数ヶ月後にしましょうっていうので、僕が数ヶ月後に連絡するっていうのをセットしといて、はい、連絡をして、まだそんなんです。なさそうですね。みたいな感じ。じゃあ、フライトどうすかみたいな。カジュアル面談しましょうみたいな感じの強引な大田切を炸裂し。ってことはカジュアル面談3回やってるんですね。これどうなんですか一般的には。カジュアル面談3回する。別に悪くないんじゃないてか、だってその気なかったもんだって。フライト振る気なかったっすよね。なかったですね。そうだと思うよ。そうですね。最初は、なので、副業のお話をいただいて、ただ、私が多分今年はもう副業しないって決めてて、ちょっと今年はそういう形で副業はちょっともうやるつもりないんですっていう話をしてて、じゃあ来年はどうなのみたいな形でお話をもらって、2回目を年明けにしましょうという形でお話をもらう、ちょっと前ぐらいに採用の方にも興味ありませんかみたいな話を聞いて、2回目からはちょっとその意識でカジュアル面談をしたんですよね。どんな話したんですか？正直もう選考に時間をかなり使ったので最初はもう覚えてないっていうぐらい確かに入社までにかなり接する時間がかなりたくさんあったな。私三角さんとのカジュアル面談なんかパソコンを自分で作ってますみたいな話を30分のカジュアル面談のうち半分以上なんか話した記憶が。でもいい話をカジュアル面談で話してくれる方は楽だよ。本当に楽。本当になんか楽しい人だなってすごい話しやすいなって思ったのが私はありがとうございます。イメージでしたね。でカジュアル面談が終わってじゃあどうしますかみたいな話になり、ちょっと選考を受けますか受けませんになって三角さんの場合受けますになったんですよね。そうですね。でその後はホームページ上から入り口からエントリーをさせていただいて、思い出した。風邪ひいてたんですよね。あ、そうですそうです思い出した。年末年始インフルで1回目のなんていうんですかね、その現地での面談をちょっと延期させてほしいみたいな感じでお願いをして、年明けだったですよね。実際にあれはなんていう名前？一次面談が多分パスしてたんだよ。カジュアル面談の時にも聞いたし、一次面談いいねってなって、2次で現地で4時間なのを年末するかできないから年始にしようってなって、で年始にした感じですよね。2時間あそこでやりましたね。隣の部屋で。具体的には何を？びっくりしましたちなみにポジティブとネガティブをパーセンテージで表すと。いやびっくり 100% 何がびっくりでした？2つやりましたよね。1個はまず大滝さんがミロを使って私の人生を掘り下げていくっていう形で、もう完全にインタビュアーになっていただいて、小学生の頃からどんな子でしたかとかですね、その時になんで
こういう行動したのかみたいな形でミロを使いながら自分しかこうできていく感じがあるんですよ。それは何も取り繕えないですよね。聞かれたことに答えていくっていう形で普通の面談と違ったので、キャッチボールだけだったらこう聞かれることと回答ってなんとなくこう想像しながらいけるじゃないですか。全く想像ができなかったですね。なるほど。じゃあ面接ではなかった。面接ではなかったですね。面談形式で普通に話すって何時間やるんですか2時間です。すごしかも休憩なし。すご本当でもね、僕の中ではあっという間で2時間終わって、早くもうちょっと聞かないとお尻まで聞けないっていう感じでしたよ。さっき4時間っておっしゃってましたね。はい、残りの2時間は何やったんですか？ロールプレイングですね。言ってしまえば。まず、設定を用意していただいて、内容はこれこれに課題を持ったこういう会社です。でそこに対してヒアリングを30分、提案資料作成を1時間で残り30分でプレゼンしてください。でヒアリングは聞いてもらわないと何も話しません状態だったので、まず何が課題なのかっていうのを、どういう会社なのか、あなたの立場がどういう立場の方なのかも含めて一から全部ヒアリングをしないといけないっていう。驚き 100% っておっしゃったじゃないですか、はい、そこの驚きの後の感情どうだったんですか？そのシンボリとの120分のなんだろう、もうなんかこう崖に立たされてる感じですね。もう落とされるっすね。あ、やるっきゃないと思って。い。難しそうとかはなかったんですか？いや、思いました。伝えてましたっけ、そもそもやる内容って。そうですよね。こうワークセッションみたいなのを一緒にやりましょうみたいなことだけ伺ってて、何があるんだろうっていうのが恐ろしいですね。その時は商談管理の課題があって、それに対してどういうソリューションを提供すべきなのかみたいな提案を用意してくださいっていう課題があって、でいろいろヒアリングして1時間でまとめて、最後の30分発表になると大滝さんも入ってくるっていうことが急に。それで最後のプレゼンは結果うまくいったんですか？どうなんですかね。どうその1時間で自分でまとめる時間があったじゃないですか、はい、そこは結構ちゃんと準備はできた感じなんですか？準備は、いやそうですね、もう時間見ながらここまでにもうアウトプットの期限がもう決まってるので、ここまでに仕上げるクオリティだとどこまでできるかなみたいなところを最初に考えながら、こんなにアウトプットに時間制限がかかってるのが初めてで。時間は確かに業務の中でも区切ってやりますからね。いや、いいワークだよ、素晴らしいワークだと思う。それ僕今受けたら落ちるっすもん。うんで沼ちゃんに同じの用意しないかもしれない。沼ちゃんだったら技術的なテストになる。そうかそうか、あれが違うのか、役職というか立場というか役割か。でそれが2時だったんですか？そうですね。ただその前にちょっと忘れてたんですけど、タイピングのテストありましたよね。やりましたね。あれって何だったんですか？そこ僕から話させていただきますと、ともあるフライク社はですね、採用を遠回りしたんですね。すごいいい言葉を言っていい感じで雰囲気で話してくれる人を入社したんです。はい。その人、パソコン渡しました、新品の Mac をプレゼントしました、はい、打つぞー、つくくくくくって打つ人がいて、ね、それはもう無理だよと。フライクの議事録は作れないです。だって一番最初の目標がさ、タイピングを B になることとかだったなかった。C、なんかいろいろあるじゃん、いろいろテストがあって、フライからやってるテストだと A 以上じゃないと入れないですね、フライクって。A だよね。A です。で、その後 C だったんです。C マイナスがだって、とりあえず何週間後には B になってっていうのを課題やってたんだけど、一向にうまくならなくて、もうそこからタイピングを言うのはもうしんどいと思って。タイピングやりましょうってどうやって教えると？あれ難しくない？タイピングを教えるのって。教えるもんなんですね、そもそも。いや、自然とできてるものと思ってたんで、あいうえを書くようなイメージと同じなんで教えれないんですね。なのでもう無理だと思って、それからタイピングテストをマストでしようっていう意味合いで、どのメンバーもタイピングしてます。タイピングが悪かったらもう選考に進まない。どんなにいい人でも、どんなにいい履歴書でも進ませないっていうのも決めてしまってるというのが僕たち今やってることです。いいこと聞きましたね、皆さん。皆さん、映ってない。映ってない。タイピングマストみたいなので練習されてください。で、タイピングが間にあり、その後2時間4時間のワークが終わった後は、次は
リファレンスチェックですね。リファレンスチェックって何ですか？リファレンスチェックっていうのは、三角さんがなんか変なアカウントを持っていないかとか、裏の SNS アカウントですっげえね、暴言を吐いてるとかっていうのをチェックしたりとか、やってないけど、学歴とかもありますよ。リファレンスチェック、バックチェックとか。あとは何があるかな。昔の同僚とか前職とかで、三角さんが働いたことある人からの質問事項、回答をもらうみたいなのをやりました。あれめっちゃ楽しかった。面談の中で分かんないのが、僕たちじゃない人たちと接してる機会めっちゃ多いじゃないですか。はい、その人たちからの三角さんこういうところが上手なんですとか、こういう時に落ち込んじゃうんですみたいなのがあって、内容覚えてないです全然。見て、なんもないなと思ったんで。というのがあったんで、リファレンスチェックを実は三角さんからスタートなんですよね。リファレンスチェック。第1号ですか？むしろやってよかったなと思った。なんか荒探しのためにやってたけど、どちらかっていうとポジティブのなのでポジティブな人だったのでポジティブな結果がたくさん出たからよかったなっていう感想なんでしょうけど、ポジティブが出たから楽しかったっていうのがリファレンスチェックですね。でリファレンスチェックが終わったら採用、最終面談、最終面談、最後の砦が何をしたラスボスが。これは誰と何をしたんですか？最終面談はもう大滝さんと、それはウェブだったんですね。ウェブでした。で、最終面談では、プライクとして、私にこういったことが提供できるかもしれないっていう話と、逆に私がプライクにジョインをした時には、どういった価値が提供できるのかみたいなものの最終的なすり合わせみたいな形を取ったので、なんかすごい上から最終面談社長がやりますみたいな感じではなくて、一緒に働けるかどうかみたいなのを、本当に大丈夫なのかどうかみたいなのを最終確認をしていただいたというような印象でした。結構こだわりがあって、面接じゃないんですよね。面談って言葉結構使ってるんですけど、全体的に面談なんですけど、なんか面接って三角さんおっしゃる通り、なんかすごい上からな感じがするというよりか、企業が選んでるぜみたいな感じがあるんですけど、逆の立場で求職者も選ぶ権利があるわけじゃないですか。なんかお互いにそこはフェアな関係性の方がなんかいいんじゃないかなと思って、面談っていうちょっと優しい言葉を使ってる。面接って構えちゃう、面談も構えてるかもしれないですけど、こっちの気持ちとしては面接、お前らを面接するぜみたいな、落としてやるぜ、ふるいかけるぜっていうよりかは、なんかどちらかというといいところを知りたいっていうニュアンスの方が強いかなって思います。そういう過程を得て、いろんな方が上品されてると思うんですけど、なんでそんな時間かけるんですか？時間をかけるって言って観点で言うと、なんか月に160から180ぐらいは働くわけじゃないですか、ミニマム。それが3年とか5年とか一緒に働くんだったら、なんか面接時間のトータル10時間ぐらいはすごいビビたるもんだなと思ってて、雇う側からするといいやついて悪いやついたらさよならって切っていくっていうこともね、パワー的にはできるけどさ、傷つくじゃないですか、履歴書っていう観点で言うと。それがなんかすごく違和感を持ってて、だったらなんか雇う責任もあるし雇われる責任もあると思ってて、だったら初めから長い時間をかけてその人のことも分かってフライクのことも知ってもらった上で最終ジャッジメントして入社してもらった方がお互いにハッピーになるだろうしみたいなコンセプトをやっとで作れたかなみたいなところですね。これまではそんな応募もなかったし、この人が入りたいって言うから入れよっかみたいな感じで結構ノリで入れてた部分もあったじゃないですか。その結果ね、何やめたねんっていう感じなんで、お互いに不幸になってるような気もしたので、今は結構長い時間をかけるし、長い時間をかけるのが嫌だっていう人は、なんかそれはそれでその人の人生なんでいいかなって思います。じゃあもう明日から転職したいみたいな方たちがもしいらっしゃったら、時間かかるよっていう感じなんですね。転職とか業務委託とか、一旦アルバイトとかっていう選択肢もあるし、なので三角さんはじめ業務委託とか副業の選択肢だったんで。いいですね、いろんな選択肢があって。実際入って今2週間、3週間ぐらいしていろんな面談を通してフライクを感じてるところとギャップみたいなところってあります？それで言うと、やっぱり求められるそのスキルっていうのはやっぱ高いんだろうなと思って入社して、やっぱり高いっていうのは思ってて、そこに対してギャップっていう意味ではないんですけど、もう皆さんとそのジョインする前にこれだけの時間を一緒に過ごしてるっていうところがあったので、この人
人話しにくいなとか、逆に、なんていうんですか、この会社に入った時に、どうやって立ち振る舞いをしないといけないのかな、みたいな、そういう不安も一切なかったですね。その点では、すごい良かったかなと思います。で、内定が決まって、4月1日から入社しましょうって決まって、それ多分内定が出したのは2月の中旬とかですかね。そうでしたね。で、そこまで4月まで結構時間あったと思うんですけど、現職も、前職か、もあったと思う中、バーベキューしたじゃないですか。バーベキューどんな感想だったんですか？なんか、緊張するとか、ネガティブ要素とかも含めて、僕らとしては内定自体っていうの可能性はゼロじゃないから、ちゃんと知ってもらいたいし会いたいなみたいなところで、ちょっと寒かったけどね、バーベキュー。たまたまね、晴れだったしよかったけどっていうのはあるけどさ、どうでしたバーベキュー？まず、バーベキューに誘っていただいたのが結構嬉しかったんですよね。要は、内定をいただいて、転職のためにこう退職手続きみたいなのをやるじゃないですか。会社の人と話をして、引き継ぎが始まるんで、結構もう、後ろ向きな作業がずっと続くような形になってくるので、引き継ぎの資料を作ったりとか、結構メンタル的に疲れてるな感じだったんですよね。その入社までちょっと1ヶ月ぐらいまだあるんで、一回バーベキューしませんかっていうことをして、誘ってもらったのが嬉しかったです。そういう話とかをいっぱい聞いてほしいなみたいな気持ちもちょっとありつつ、言ったらお子さんばっかりで、子供の数と大人の数同じぐらいだ。それはね、申し訳ない。ここ3人いるから、もうそこだけだもんね、家族ね。すごい賑やかでしたね。バーベキュー賛成なんですね。賛成派、反対派っているんですか？いやいや、わかんない。求職者からすると面倒くさいとかっていうね、ちょっと車に構えた人ももしかしているのかなと思ったりすると。たりはしますよね。私は嬉しかったですね。いや、やってよかったですね。で、バーベキュー終わって、ここで。めっちゃダーツしたわ。ダーツみんなでしようってなって、一人勝ち。めっちゃうまかったね、三角さんがダーツ。で、それで終わればよかったものの、ちょっとご予定があって、先帰りますって時に、終わった瞬間、三角さんが帰った瞬間、三角さん4月って時に倒そうぜって言って、このままじゃ終われんって言って、杉三角さんとそういう時は、絶対勝つ練習して、楽しかったね。面白かったね。あったね。はい、ということで、この長い先行ステップの意味とか、こういうことしてるよみたいなところを今日話していきましたけど、結論、先行ステップにバーベキューがあるって話ですよね。肉の焼き方から入り。焼きのおろし方。ほんまか。あるんだ。俺落ちる。俺できない。俺お金出す。来られた時にはすでにもう準備できてあったはずですよ。炭を起こしてね。面白かった。ね、三角さんと一緒に入った人さ、何をすればいいか分かんないから棒立ちしてんの。そう手持ち無沙汰なんだろうなと思って。暇みたいな。でも皆さんもうお子さんと一緒にこう戯れてて、最初は家族で来るのはありですか？家族で来るのも最初誘ったんですけど、ちょっと1回目はっていうので、確かに次以降夏するとかっていうのはあり、夏前にやりたい。5月ゴールデンウィーク明けたぐらいの梅雨に入る前ぐらいに1回やって、梅雨が終わって7月中旬ぐらいにクソ暑い中フリブで汗かきながらやりたい。そっちもやりたいんですよ。夏のバーベキューですね。はい、じゃあ、佐野さん、最後、締めをお願いします。四文字熟語でいいよ。維新伝心。おー、いいね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 。あれ維新伝心わかる？電信柱的な。大丈夫？そこにいる人がそれやったら締める人がおらんくなるけどさ、繋がってますみたいなね。はい。ちょっと繋がってなかったっぽいから。じゃあまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。